今夜は日本代表の監督周りが動きそうね。次の顔ぶれで空気がかなり変わるわ。大会が終わると一番先にそこを見るのだ。代表は人が変わると流れも変わると思うのだ。クラス帰りたいに座る場所まで変わった気分になるじゃん。次はサッカー日本代表の話なのだ。監督を誰にするかがいよいよ大きな話題なのだ。終わった後に次の顔ぶれが先に気になるのね。そこ変わるとチームの空気もガラッと変わるじゃん。今回のワールドカップはブラジルに敗れて終わったのだ。相手が強いのはわかるけど、ここで一区切りって感じね。負け方よりその後誰がまとめるかが大事になるよね。森保監督の2期目もここで区切りを迎えたのだ。長く見てきた体制が終わると次の色が気になるわ。クラス替えの後みたいに同じメンバーでも雰囲気変わるじゃん。帰国してすぐの会見では少し休んで振り返りたいって話していたのだ。そこで急に答えを出さないのはむしろ落ち着いてるわね。勢いだけで決めない感じ、ちょっと安心するかも。協会の会議ではチームを成長させた手腕を評価する声もあったのだ。結果だけじゃなく育てた中身も見てるってことね。みんななら続ける方と変える方どっちが見たい？あーしは選手がやりやすい形なら見てみたいじゃん。決める側はちゃんと手順を踏むしかないのよ。協会の会長も手順を踏まない過程の話はできないと言っていたのだ。じゃあ次の名前が出るまでそわそわだね。次は福島第一原発のお話なのだ。かなり慎重に進める作業なのだ。一歩ずつしか進めない感じね。ロボットアームでやるって細かいところに手が届くやつじゃん。触るのは核燃料で無理なのだ。溶け落ちた燃料と周りの部材が混ざったものなのだ。事故の後に残る厄介な塊ってことね。名前だけでも重たいのに中身まで厄介だよね。福島第一の原子炉には合わせて880トンあると見られているのだ。その量を考えると最初の一手がどれだけ大事かわかるわ。お片付けの感覚じゃ全然追いつかないじゃん。これまでは細い管みたいな装置で試してきたけど、今回は腕の形を使うのだ。腕の方が広く見回せそうね。取れる情報も増えそうだわ。見える範囲が広がると次の作戦も立てやすくなるよね。これからしばらく入れる道を整えたり中を調べたりする予定なのだ。本番の前に下準備でつまずかないようにするのが大切ね。急がず丁寧にやるしかないやつだよね。そこでどんなデータが取れるかが次につながるのだ。やっと少し見えたものが後の進み方を左右するわね。次は鹿児島の水族館で見つかったかわいい話なのだ。マンボウが泡の輪を作ったのだ。マンボウがそれをやるのかなり意外ね。それ見たら足も止まるじゃん。鹿児島水族館のマンボウが口から輪っかみたいな泡を出したのだ。イルカでよく見るやつをマンボウがやるのは珍しいわね。偶然取れたってところもなんか持ってるよね。この子は定置網にかかって保護されて最近展示された個体なのだ。保護されてから見られるようになるまでちゃんと時間をかけているのね。大きい魚なのにこういう細かい動きするのが可愛いじゃん。水槽のガラスを守るための泡を口に含んで後で吐き出す流れが重なったんじゃないかと見られているのだ。ちゃんと理由があるのが面白いわね。たまたまでも理屈は通ってるのよ。水槽の前って何気なく見てたのに急に主役が変わるじゃん。 X に投稿したら2日の正午までに2万件を超えるいいねが集まったのだ。そこまで反響があるなら水族館の顔になるって話も納得ね。みんなもこういう予想外の一枚ってつい何回も見ちゃわない？あーしは完全に見返す側じゃん。飼育員さんでも数回しか目にしていないっていうからかなりレアなのだ。次に見られたらちょっと自慢したくなる話ね。ここで鹿児島つながりの豆知識なのだ。そういうチリネタちょっと好きよ。鹿児島県は離島の数が全国で3番目に多いのだ。海の向こうまで生活がつながってる感じじゃん。有人離島は28あって離島に住む人の数は全国1位なのだ。へえ、県の広さじゃなくて島の多さで目立つのね。
倉島や屋久島みたいに名前を聞くだけで旅気分になる場所も多いのだ。そういう地名、聞くだけでちょっとワクワクするよね。今日は監督の人選から原発の作業、そしてマンボウまで振れ幅がすごかったわね。概要欄にリンクも置いてあるから、気になるところも一回見てみてね。チャンネル登録してくれたら嬉しいのだ。次回も一緒に見るのだ。じゃあ今日はここまでね。またね。